どうもこんにちは、ゆうきです。今日もですね、エフェクターの紹介をします。今日紹介するのはこちら、じゃじゃん。ボスのワザークラウドシリーズのチューナーですね。TU3W というエフェクターですね。これは何かというとね、チューナーです。ご存じない人のために言うと、ギターっていうのは、ギターとかベースっていうのはね、もちろん弦を毎回にチューニングしなくちゃ、音を合わせなくちゃいけない楽器なんですね。チューナーの精度だったり、使い勝手っていうのは、ライブでもスタジオでもレコーディングでもですね、非常に重要なんですね。別にチューニングできたら何でもいいじゃんっていう考え方もあると思うんですけど、それでこの精度だったり後ろのエフェクターだったり楽器ギターの音への影響っていうものがね商品によってあるんですよ。なのでいいチューナーを使うといいですよというのが僕の意見なんですが、今まではですねこういうコルグのピッチブラックシリーズというものをね使ってました。でこいつもねすごくいいんですよ。すごいコスパに優れててですね、4000円から5000円とかそんな値段で買えちゃうんですね。でこの価格帯にしてはもう十分使えるし、サイズもちっちゃいし、これも非常に優秀なチューナーエフェクターです。ほんで今回はこれですね、ボスのワザクラフトの TU3W。 いつも箱から出すんですけども、今日はもう出てます。箱もあります、ちゃんと。はい、ワザクラフト日本製で、ワザクラフト製品はね5年保証なんですよ。それも安心ですよね。で筐体の感じもねちょっとねザラザラしててですね、こうちょっと艶消しのマットな表情になっててすっごくかっこいいんですよね。これマジでかっこいいですね。で、こいつの前身っていうかボスはチューナー出してます。これですね TU3 の無印ですね。ワザクラフトのじゃない現行品です。違いも含めて話していきたいんですけど、まず僕が一番感じる素晴らしいところ、まず、精度ですね。精度というか反応ですね。ピッチブラックを使ってたんですけど、こいつはねカポをしてチューニングした時にとかに、ね、ちょっと迷うんですよね。この弦何弦かなとか。でもちゃんとできるんですけど、こいつはねそういう迷いもなくねすごく速いんですよ。ちゃんとカポをしても迷わずにバチッとできる印象があります。で、反応早いですね。僕が一番チューナーに求める一番大事なところ、その精度反応と、もう一つが視認性ですね。ここのインジゲーターが光るんですけど、ででんと音出すとこいつがビューッといくんですが、青と緑の LED ライトなんですね。でこいつも同じ仕様なんですよ。同じ仕様で赤いインジゲーターがビビビビビビっていって、この真ん中に行くと横からバチンと後でやりますけど光が出てきて、はいこれでチューニング合いましたよっていう合図が出るんですけど、ただちょっとね引き度が、弱くはないんですけど、ちょっとねライブ中とかに足元見るにしてはちっちゃいんですよね。僕あんまりそんなに目が良くなくてちょっと見にくいんですよね。でそれを俺こうねバッチリ解決してきてね、すごい明るいんですよね。で青い光がバチンと出るし、で筐体全部が黒いんでどこが光ってるかっていうのも直感的に分かりやすいんですけど、でなんだよその明るさぐらいかっていう意見もあると思うんですけど、ライブだったり練習しててチューナーに関しては視認性すごく重要なんで、そこは僕は推したいですね、この素晴らしいところとして。はい、もちろん、ギターもベースも使えますよという感じですね。ほんで、バッファーアウトと、トゥルーバイパス切り替えれます。バッファーっていうのはこいつ通して後ろにいっぱいエフェクターが置くと思うんですけど、たくさんエフェクターつなぐにして劣化していくんですね、信号っていうのは。でその信号を劣化しにくい信号に、変えるのがバッファーですね。でそいつを入れると、音が変わったりもするんですけど、こいつのバッファーはすごくいい音だと思います。バッファーいろいろ試して音を聞いていったわけじゃないんですけど、こいつはねすごく自然だし、僕はバッファーアウトトゥルーバイパスよりバッファーが入ってる音の方が好きです。はい、でトゥルーバイパスっていうと、バッファーが入ってない状態ですね。こいつ通してもスルーな状態、影響されないよっていうのがトゥルーバイパスです。でそれの切り替えができますと。でアウトも2つ端子があって、スイッチ入れたら入った音が切れるでチューナーモードになるっていうのと、バイパスチッとスイッチが入りっぱなしで、常にこいつが起動して動いてる状態っていう感じですね。でこれも尾ひれなんですが、ここもちゃんと銀ネジになってます。知ってる人というか、ボス好きの方にはねこの銀ネジっていうのはねたまらないんですよね。初期のねオーディワンとか初期のペダルはこういう銀ネジが使われてて、でこれがやっぱかっこいいんでね銀ネジ好きの人は多いんじゃないかと思います、ボスファンの中でね。こういうね他のエフェクターに電源が供給できるようになってます。例えばこいつに9ボルトのアダプターを足して、実はねパラレル DC コードっていうのがね発売されてるんですよ。昔持ってたんですけど、一つの電源からこうビューッと何本もコードがタコ足みたいに伸びてるやつなんですけど、でそいつを使って
こいつに入った電源から、もしくは電池から、他のエフェクターに電源を供給ができると。コンパクトな設計にするには、非常に便利なんじゃないかなとは思いますけど、僕はあんま使わないし、あんまりおすすめはしないですね。その都度パラレルなんで、その都度音が劣化していく傾向にあるので、やっぱり、パワーサプライないし、それぞれ電池もしくはそれぞれ直接 AC アダプターからっていうのが、いいと思います。やっぱり音はね、昔パラレル使ってた時とパワーサプライ使っている時でね、やっぱ全然違うんで、ただ少数だったり、割り切って使うのはいいかなと思います。っていう感じでね、どんな反応するのか、どんな風に見えるのかっていうのをちょっとやっていこうかと思います。さあ、こんな感じになってます。X バイブつけて、こんな感じになっております。で、どうなるかというと、光ります。これがね、カメラでどんだけ伝わるかわかんないですけどね、すごい光ってるんですよね。こんな感じで、合えば青い光が緑になるっていう感じですね。綺麗でしょ。で、こんな感じで。で、外れたら緑にならないと。っていう感じですね。で、これね、フラットチューニングとかいろいろ細かく変えれますと。モードがあって、これどれぐらいずれてるかのが動きで分かるモードもありますと。ずれてるほど回転が速くなると。ずれてたら、ぐる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 と回ると。こんな感じですね。こんな感じですごく見やすいんですよ。じゃあ TU3W じゃない方ですね。もともとのワタクラフトじゃない方の製品がどういう見え方をするかっていうのをちょっとやってみたいと思います。これも同様ですね。ポチッとするとスイッチがつきます。わかりますかね。いや、これも十分見やすいんですよ。でチューニングがあったよっていうのがこうやってあったよっていうと横から棒が2つ出てきてパチッとあったよマークになります。これも非常に見やすいですけどね。やっぱり輝度っていう面ではさっきの TU3W に比べるとやっぱり輝度っていうのは全然違うっていうのがお分かりいただけたかと思います。はい、そんな感じです。で、音っていう面ではちょっとここでは説明しきれないところもあるんですけど、非常にね買って損はないエフェクターだと思います。やっぱりね、そのチューナーにお金かけたくないっていう気持ちもね、めっちゃわかるんですよね。自分もそうだったので。だけど、これだっていうものを買ってしまえば、ずっと長く使えると思うので、試してみるっていうのはね、ありだと思います。はい。ということで今日は、チューナーエフェクターですね。ボスの TU3W についての、紹介でした。こんな感じでね、僕のチャンネルではエフェクターだったりね、エフェクターボードの話をやってますので、また、ぜひチャンネル登録をして、また遊びに来てください。ということで、今日はありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。じゃあね。